今日は透かし編みのトートバッグを作っていきます。下の方はシンプルにして、上の方は大きな花模様で編んでいきます。とても可愛いバッグになります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で40メートル、使用かぎ針の目安は8号。これを8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作ります。底は楕円形にします。鎖を編んでその周りを細編みで何周かします。私は今回鎖を29、鎖29編んで5周します。鎖編みをします。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで鎖を編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。1周目を説明します。1周目はこの鎖の両端に細編み3つ。これが最後の鎖。ここに細編み3つ編んでいきます。こっちの端の鎖にも細編み3つ。これで1周します。スタートするのはここからスタートします。まず2つ編んで、端では1、2、3、最後にこの1つ、これをプラスして楕円形にします。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、かぎ針から1、2、これが1つ目。1つ目にマーカー、同じところにもう1つ。これで端の鎖に細編み2つ。次から1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。この最後の鎖の手前まで編んでいきます。端まで来ました。端の鎖に細編み3つ。まず1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときにこの糸端を向こうに寄せておきます。これで2つ目。次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を手前に持ってきます。これで3つ目。端の鎖に1、2、3。次から1つずつ。まず隣。この糸端は編みくるんでいきます。このまま端の手前まで編んでいきます。端まで来ました。最後はここに細編み1つ。ここはこっちで見るとこの部分一周して最後にこの端に細編み1つ。この1つ目の細編みの入っているところ、ここに最後の細編み。これで端の鎖に細編み3つ。で、1つ目の細編みに引き抜きます。引き抜きます。今引き抜いた糸、ここにマーカーをつけておきます。
できればこっちと違う色。次は2周目。2周目はこっちで見ると、この1つの細編みに2つ細編みをします。ここにも2つ、ここにも2つ、2つ、2つ、1周編んで最後の細編みにも2つ。これで楕円形を作ります。スタートするのはここから。今糸が出ているところ、鎖1つ、根元に細編み1つ目、同じところにもう1つ。これで1つに2つ、次も2つ、1、2、次からは1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。端まで1つに1つずつ。この端の鎖に編んだ3つ、ここには2つ、2つ、2つ。これと同じように編んでいきます。ぐるっと編んで最後のここぐらいまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。マーカーの手前に細編み2つ。まず1つ目、次は2つ目。これで2つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。ここには細編みを編まずに1つ目の細編みに引き抜きます。今引き抜いた糸、ここにもう一度マーカーをつけておきます。次は3周目。3周目は今2つ編んだところ、ここを3つにします。なので1つと2つ、これで3つにします。この部分も3つにします。これで3つ。こっちまで編んで、ここでも3つにします。この順番はどちらでも大丈夫です。一周して最後も1つと2つ。これで1つずつ増えました。で、ここからスタートします。まず鎖1つと根元に細編み。これが1つ目。次は2つ。これで3つ。次もまず1つ、次を2つ、1、同じところにもう1つ。これでカーブができました。次から1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んで、この1つに2つ編んだところ、ここを1つと2つ、次もこの2つを1つと2つ、ここも1つと2つで1周してここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。マーカーの手前には細編み2つ、この2つを3つにします。まず1つ目、次を2つ、1、2、これで3つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。
これは外して1つ目の細編み、今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目はこの3つを4つにします。例えば1、2、1、これで4つ。次もこの3つを4つにします。1、2、3、4、4つになりました。こっちも同じ。ここを4つ。これで1周します。まず鎖1つ、根元に細編み。次を2つにします。この2つにする順番はどこでも大丈夫です。これで2つ。次を1つで、この範囲で4つになりました。次またここで4つにします。まず1、次を2つ。で、この範囲で4つになりました。また1つずつ。端でも3つの部分を4つにします。で、1周編んで、ここまで編んでいきます。4周目を編んできました。マーカーの手前に細編み3つ。これを4つにします。1、次を2つ。同じところにもう1つ。次を1つ。これで4つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。この引き抜いた糸にマーカーでもう一周編んでいこうかと思っています。これは何周編んでも模様が出来上がる数になっています。4周目はこの4つ編んだところ、ここを5つにします。1、2、3、4、5。なのでどこかを2つにします。こっちも5つにします。鎖1つ、根元に細編み1つ。4つのうちのどこかに2つ。どこでも大丈夫です。もう一つ。これでこの範囲に細編み5つ。またこの4つを5つにします。1、同じところにもう1つ。次を1つ。これで2つ増えました。次からまっすぐ。で、またこっちでは5つ。で、1周して、ここまで戻ってきます。5周目の終わりまで来ました。マーカーの手前に細編み4つ。ここに1つ増やします。どれかを2つにします。最後を2つにしました。で、ここは取って1つ目のマーカー。これで底が出来上がりました。底を5周編んできました。
長さは28センチ、縦は7.5 センチぐらい。次は側面を編んでいきます。側面を始めます。側面の下の方はずっと細編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、次も一つに一つの普通の細編みで一周します。このカーブの時も一つに一つ、このまま一周します。側面一周目の終わりまで来ました。一つ目の細編みに引き抜きます。次は2周目、また細編みだけ、根元に細編み、全く同じように一つに一つの細編みで一周します。このまま細編みで一周して、一つ目の細編みに引き抜いて、また鎖一つ、これをずっと繰り返してしばらく編んでいきます。側面を20周編んできました。長さはそこから測って18センチ。次に花模様を作っていきます。まず鎖4つ、1、2、3、4、足元1つ飛ばして2つ目長編み、あと2つ長編み、次は鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目に長々編み、長々編みは2回絡めて1、2、3、2本から引き抜いて、もう一度引き抜いて、もう一度、これで長々編み、鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、あと2つ、3つにします。で、こんな感じの花びらになります。次の花びら、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目長編み、あと2つで長編み3つ、鎖2つ、長々編み、鎖2つ、足元1、2、3、長編み、花びらができました。もう一度鎖1つ、足元1、2、長編み3つ、でまた花びら1、2、足元1、2、3、長々編み、鎖1、2で1、2、3、長編み3つ、こ
れで一周します。一周目の終わりまで来ました。今長編み2つ編んだところ、最初の鎖の1、2、3、3つ目に引き抜きます。上が2本で下は1本。この位置にかぎ針を入れて引き抜きます。これで3つになりました。次は2周目。鎖3つ。1、2、3。下のこの細長い四角。ここに長編み。次はここ。これで3つになりました。次また花模様。まず鎖4つ。1、2、3、4。下のこの長々編みの前後。それとこの上。こことこことここに細編み。まずこの長々編みの手前。細編み。次は長々編みの上。2本の糸の下。細編み。次はここ。これで細編み3つ。次は鎖4つ。1、2、3、4。で、次のこの3つと3つの間に長編み3つ。こことこことここ。こんな形になります。またここに花びらを作ります。鎖4つ。1、2、3、4。で、細編み。これで3つ。鎖4つ。1、2、3、4。で、また、ここ、ここ、ここ。で、また同じ。1、2、3、4。細編み。鎖4つ。で、ここ、ここ、ここ。次また同じように1周します。2周目の終わりまで来ました。今、細編み3つ編んだところ、鎖4つ。4。最初の鎖、1、2、3。引き抜きます。これで模様がつながりました。次は鎖4つ。1、2、3、4。で、足元1つ飛ばして2つ目、長編み。ここと同じです。鎖の下に長編み2つ。鎖2つ。1、2。細編みの真ん中に長々編み。これで花びら。1、2。鎖の下。1つ目。2つ目。3つ目はここ。花ができました。この部分は下と
同じようになっています。次は鎖1つで、鎖の下、1、2、鎖2つと真ん中に長々編み、こんな模様になります。鎖1つと1、2、1、2、これで1周します。3周目の終わりまで来ました。今長編み2つ編んだところ、最初の鎖の1、2、3、ここに引き抜きます。次からは細編み、鎖1つ、根元に細編み、次の鎖の下、次は長編みの上、鎖2つに細編み2つ、長々編みの上、細編み2つ、1つずつ、鎖の下、細編み1つ、1つずつ、2つ、長々編みの上、鎖2つ、これで1周します。細編みで1周しました。1つ目の細編みに引き抜きます。次も細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、全部細編みをしていきます。一つに一つの細編みで1周します。細編みで2周編みました。次はストラップを作る位置にマーカーをつけます。まず底を見て、で整えて、大体の脇にマーカーをつけます。細編みの数を数えて、こっちも数えて同じ長さにします。でマーカーをつけます。私はこのマーカーとマーカーの間が11センチ、脇は10センチ、こっちも同じで、細編みの数を数えると、ここが13個、脇は11個、反対側も同じにつけます。次は細編みから始めます。
脇につけたマーカーは必要なくなります。で、まず鎖1つ、細編みをします。根元に細編み、一つに一つの細編みでこのマーカーのところまで、今の状態を上から見ると、ここが1つ目のマーカー、2つ目、3つ目、4つ目、この1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みをします。次は鎖編み。まず1つ目、この1つ目の鎖にマーカーをつけます。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、表から見るとこんな状態。次は2つ目、2つ目、3つ目、4つ目と編んでいきます。このまま作りたいストラップの長さになるまで編んでいきます。この鎖はあまりきつくしないで編んでいきます。鎖を57センチ編んできました。鎖の数は70個。この鎖の長さはお好きな長さで大丈夫です。小柄な方は少し短めにした方がいいと思います。次は2つ目のマーカーのところにつなぎます。まず鎖がねじれていないか確かめます。で、最後の鎖にマーカーをつけます。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけます。表から見るとこんな感じ。2つ目のマーカーのところで、この時はこっちが鎖、長い糸、マーカーのところに手前から向こうで細編みをします。これでつながりました。次から一つに一つの普通の細編みをします。このまま向こうまで細編みをして、またここで鎖、同じ数だけ鎖を編んでいきます。で、スタートしたところ、ここに引き抜いて鎖一つで、一つ目のマーカーの手前まで細編みをします。一つ目のマーカーのところ、この手前まで来ました。今足元を見ると、ここに普通の細編み一つ、次は鎖の出ている細編み、この前後を2つを1つにします。まずここから糸を出します。次はこのマーカーをつけた1つ目の鎖、ここから糸を出します。まずここ、糸を出して、次はこの鎖、裏返して、このマーカーをつけたところ、この糸が盛り上がっているところ、糸を出して一度に引き抜きます。これでカーブができました。今引き抜いた糸にマーカー、次から一つずつ、この裏の糸が盛り上がっているところ、細編み、次もこのまま鎖に一つに一つの細編みで、このマーカーの手前まで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。またマーカーのところで2つを1つにします。まずこのマーカーのところ、最後の鎖、
から糸を出します。次はここから糸を出します。これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。今引き抜いた糸にマーカーをつけます。次から一つに一つずつ普通の細編みをしていきます。で向こう側も同じマーカーのところにここから糸を出して、次はここからこのマーカーをつけたところから糸を出します。一度に引き抜きます。でカーブを作ります。その後は細編みで4つ目のマーカー、4つ目はここから糸を出して、次はここから一度に引き抜きます。でこの1つ目の細編みの手前まで編んでいきます。細編みをして1周しました。1つ目の細編みに引き抜きます。次は最後の周、鎖1つ細編みをします。今度の細編みはここではなくてこの下、ここにかぎ針を入れて細編みをします。これが1つ目、少し大きな細編み1つ。次もここではなくてここ細編み、次もこのままこのマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。このマーカーの分をここにします。次はここ裏から見てみると、この細編みの分をここに細編みします。ここではなくてこの2本の糸の下細編み、次もこの分をこの鎖のところ、次もこの2本の糸の下、このまま続けます。でこっちでもこのマーカーの分をここにします。この分をここ、また一つずつ細編みをしていきます。反対側も同じ、このマーカーの分をここに、でまた裏のこの鎖の下でこの分をここに、でスタートしたところまで戻っていきます。1周編んできました。最後はとじ針で始末します。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸端を残して引き抜いて、この1つ目の細編み、1つ目の細編みの手前から針を入れて、これが最後の細編み、最後の細編みの上から裏に出します。あとは整えます。で裏でほどけないように行ったり来たりして隠します。これで出来上がりました。
これで出来上がりました。とても可愛いバッグになりました。底も丸みがあってとても可愛くなっています。ストラップは細いんですが、とてもしっかりとしています。底が広めで使いやすいサイズになりました。サイズは上から下まで26センチ、横幅31センチ、ストラップは60センチ、使った糸の重さは200グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。